あのーもしあなたがですね、AI からもっと正確で賢い答えを引き出したいって思ったらどうしますか？まあ、普通はできるだけ多くのデータとか最新情報を与えようとしますよね。そうなんですよ。私たち人間にとってその判断材料は多ければ多いほど良い結果につながるっていうのが常識じゃないですか。ええ、確かに。でももしその常識が完全に裏目に出る世界があるとしたらどうでしょう。しかもそれが巨額のお金が動く極めてシビアな現実の金融市場の分析においてだとしたら、はい。実はですね、 AI にリアルタイムの市場データを与えれば与えるほど AI は文字通り20%も愚かになってしまうというちょっと驚くべき事実が明らかになったんです。今日はこの謎を徹底的に解き明かしていきます。この現象って、私たちが AI というものをどう捉えているかという根本的な誤解を浮き彫りにしていますよね。私たちってよく AI を言葉がしゃべれるスーパーコンピューターみたいに錯覚しちゃうじゃないですか。でも彼らの情報処理のメカニズムって実は電卓とかエクセルとかとは全く違うんですよね。まさにそこが今回の革新ですよね。今回私たちが深掘りするのは、2026年3月に発表されたばかりの学術論文で、フィントレードベンチ、大規模言語モデルのための金融推論ベンチマークというものです。はい、非常に興味深い論文でしたね。これ単なる金融業界向けのニッチなテストじゃないんですよね。文章を読むのは天才的なはずの AI がなぜ生の数字の羅列を前にすると突然パニックを起こしてしまうのか。ええ。その AI の認知の限界をついた非常にスリリングなレポートになっています。で、早速本題に入りたいんですが、まず疑問なのがですね、はい、なんでしょこれまでにも AI が金融データを読めるかどうかのテストってありましたよね。フィン QA とか。う。ああ、ありましたね。それらと今回のテストって一体何が違うんでしょうか？すごくいいポイントですね。これまでの AI の金融ベンチマークって、ほとんどが企業のファンダメンタルズの読み取りに偏っていたんですよ。ファンダメンタルズというと、貸借対照表とか、あと SEC、つまり米国証券取引委員会に提出される有価証券報告書とかですね。はいはい。要するに構造化されたテキストデータの束なんですよ。過去のテストって、このテキストから今年の純利益はいくらか、みたいなものを AI が正しく見つけ出せるか、みたいなものだったっていう、読解力テストみたいなものだったわけですね。ああ、なるほど。つまり企業の成績表であるいわゆる帳簿を正確に読めるかどうかのテストだったわけですね。そういうことです。でも、それだけじゃ現実の株価の動きなんて当てられないですよね。おっしゃる通りです。現実の投資判断って、過去の成績表だけじゃ絶対に成り立たないんですよ。ここで非常に興味深いのはですね、はい。実際の市場ではテキスト化された業績に加えてトレーディングシグナルっていう全く異なる次元のデータが必要不可欠になるってことなんです。トレーディングシグナルですか？はい。これは日々刻々と変わる株価の変動とか市場のモメンタム、それから投資家たちの心理状態を反映した、生きた数字のデータですね。なるほど。そこでちょっと思い出したんですけど、去年のデータを見ていてすごく面白かったのが、2025年4月のテスラの動きなんですよ。ああ、テスラですね。この論文でも取り上げられていましたね。ええ。テスラの第一四半期の決算って誰が見ても最悪だったじゃないですか。一株当たり利益、いわゆる EPS の予想が0.42ドルだったのに実績はたったの0.27ドルで。はい。売上高も目標に全然届いていませんでしたね。そうなんですよ。だからテキストの報告書だけを読めば、どう考えてもこれは売りのサインですよね。間違いなく売りですね。なのに、現実の株価はそこから数日で20%も急激に跳ね上がったんですよ。これ、帳簿だけを読んでいる AI には絶対に予測不可能な動きですよね。ええ、絶対に不可能です。なぜなら、市場は現在の業績っていう過去の数字じゃなくて、今後の EV 市場の動向とか、自動運転技術への期待といったナラティブ、つまり物語を織り込んで動いたからです。なるほど。論文では他にもですね、ドットコムバブル期の1999年から2001年にかけてのアマゾンとか、あとは AI ブーム初期の、2016年から2017年の NVIDIA の例も分析されています。ああ、あの時期の。ええ。これらも当時の帳簿上の数字だけを見れば異常な過大評価だったんですけど、市場の熱狂っていうトレーディングシグナルが株価を猛烈に押し上げていたんですよね。よし、ちょっとこれを紐解いていきますよ。つまりこういうことですよね。
あるレストランの評価をするときに、バックヤードで帳簿とか仕入れのデータだけをずーっと睨みつけて、この店は利益率が悪いからもうすぐ潰れるなってドヤ顔で結論付けているようなもので。へえ。でも、一歩外に出てみれば、そのお店の前には何時間待ち物の大行列ができているわけですよ。帳簿しか見ない AI は、その熱狂っていうシグナルを完全に見落としているってことですよね。とってもわかりやすい例えですね。帳簿のデータはあくまで過去の静的な記録で、行列の熱狂は現在進行形の動的なシグナルなんです。はい。これまでの AI のテストは、帳簿を読む能力しか測っていなくて、現実の複雑な判断に必要な行列の熱狂を数字から読み取る能力を無視してきたわけです。なるほど。そこで研究チームは過去10年分のナスダック100企業を対象にして1400の質問を用意したフィントレードベンチという新しいテスト環境を作ったんです。そこで彼らは14種類の最新の大規模言語モデルに対してテストを行ったんですよね。はい、そうです。ただ普通に質問するだけじゃなくて、RAG、つまり検索拡張生成という手法を使って外部データをたっぷり与えてテストしたと。はい、そうです。リスナーのあなたも仕事で AI を使うときに PDF とか Web の最新情報を追加で読み込ませてから質問することがあると思うんですけど、まさにオープンブック形式のテストですよね。外部からカンニングペーパーを与えて AI に最新の知識を補強させるわけです。で、結果はどうだったかというとですね、はい、どうだったんですか？財務報告書などのテキスト、つまりファンダメンタルズに関して言えば RAG を使うことでAI の推論精度は最大 37% も劇的に向上したんです。37% も。それは予想通りの素晴らしい結果ですね。はい。テキストの処理能力の高さが証明されましたね。いや、でもちょっと待ってください。ここからが本当に面白いところなんですよね。テキストの処理では 37% も賢くなったのに、日々の株価とか出来高といった生の市場データを RAG で追加情報として与えた途端ですね。はい。AI の推論精度が最大で約 20% も急降下してしまったんですよね。オープンブック形式にしてヒントのデータをたっぷり与えたのにかえって成績が下がるなんて普通じゃ考えられないじゃないですか。一見するとパラドックスですよね。なぜ生の市場データを与えると AI は逆に混乱してしまうんですか？実はそれこそが現在の大規模言語モデルが抱える構造的な弱点なんですよ。これは AI がデータをどのように認識しているかというメカニズム、具体的にはトークン化という処理のプロセスに原因があります。トークン化ですか？もう少し詳しく教えてもらえますか？はい。AI はですね、例えば Apple という単語を見つけたとき、それを一つの意味を持った概念として認識するんです。ふんふん。インターネット上にはテキストのデータが無限にあるので、言葉と言葉のつながりとか文法を解釈するのは大の得意なんですね。はい。文章を書かせたら上手ですもんね。しかし、数字の羅列、例えば 1234.56 という価格データを与えられたとき、AI はそれを計算機のように1234という一つの数値として理解するわけじゃないんです。違うんですか？違うんですよ。AI の内部では、これが1、2、3、4、ポイント56のように意味のない文字の断片、つまりトークンとしてバラバラに切り刻まれてしまうことが多いんです。そうなんですか？じゃあ私たちが Excel で見ているような整然とした価格の推移も AI にとってはそう、単なる無機質な記号の羅列にしか見えていないんです。数字の大小関係とか時系列での上昇や下降のトレンドといった暗黙のパターンをバラバラのトークンから計算して抽出する基盤がそもそも備わっていないんですよね。そういうことか。だからこそ RAG を使ってブルームバーグの端末にあるような大量の生データを投げ込まれると AI にとってそれは解読不能なノイズのシャワーになってしまって本来持っていたはずの推論能力まで圧倒されてしまうわけです。なるほど。それはまるで楽譜の読み方を全く知らない私にベートーベンの交響曲のフルスコアをドンと渡してさあこの曲の感情の起伏を分析してって言っているようなものですね。いい例えですね。音符という記号は見えているけれどそこからメロディーとかリズムを感じ取ることはできない。だからノイズに溺れてしまうと。まさにその通りです。そしてこのノイズの海に溺れた AI がどういう行動をとるか、論文では推論の深さという観点からさらに鋭く分析しているんです。推論の深さですか？RAG で生の数値データを与えられた AI は面白いことにパニックになって黙り込むわけじゃないんですよ。黙らないんですか？もらしい分析レポートを生成してくるんです。AI 特有の自信満々な長文ですね。ありますよね、そういうの。あるあるですね。しかし、専門家が本当に重視しているゴールデンインジケーター、
つまり重要な財務指標を正確に抽出できているかを測る精度、いわゆる F1 スコアを見るとですね、はい。なんと 56.5% も暴落してしまっているんです。56.5% の暴落。それはちょっと致命的ですね。でもリスナーのためにちょっと整理したいんですが、この F1 スコアというのは具体的にどういう指標なんですか？はい。F1 スコアというのは、簡単に言えば、必要な情報を漏らさず見つける力である再現率と、余計なゴミを拾ってこない力である適合率のバランスを示す総合点のことです。なるほど。バランスなんですね。例えば、重要な文章を5つ探してと言われたときに、文章全体を全部コピーしてくれば、必要な5つは含まれますけど、大量のゴミも混ざっているので不正解ですよね。確かに。それは探したことにはならないですよね。F1 スコアが半分以下に落ちたということは、AI が何が重要で何がゴミかの判断を完全に失ってしまって、手当たり次第に情報をすくい上げている状態を意味するんです。なるほど。つまりこういうことですよね。すごく難しい数学のテストの最中に、先生が生徒に辞書みたいに分厚い参考書を何冊もどさっと渡したとします。はいはい。生徒はその情報量にパニックになってしまって、参考書をひたすら読んで、最終的にとても綺麗な参考書の読書感想文を書き上げて提出してしまう。文章は綺麗だけど、本来解くべきだった数学の方程式は完全に無視されている。このディストラクション、つまり注意散漫効果が起きているわけですね。パニックというよりは AI が自分の得意な領域に逃げ込んでいると言った方が正確かもしれませんね。逃げ込んでいる。生の数字という処理の重い未知のデータに直面したとき、AI は深く推論して計算することを放棄して、自分が最も得意な流暢な文章を生成するという表面的なタスクにリソースを全振りしてしまうんです。なるほど。これをさらに大きな視点と結びつけると、情報型がいかに表面的な事実の羅列を生み出して、抽象的な分析や推論を阻害するかという点で、現代の私たち人間が直面している情報処理の課題ともよく似ているんですよね。確かに。私たちも情報が多すぎると、とりあえず分かりやすいまとめサイトを見て分かった気になっちゃいますからね。痛いところを突かれますよね。じゃあ、今の AI は全てこの複雑な金融の世界では使い物にならないんでしょうか？論文を見ると、AI のモデルによってかなり成績に差が出ていますよね。はい。ここが希望を持てる部分ですね。モデルの規模、つまりパラメーターの大きさよりも、アーキテクチャー、設計思想の違いが決定的な差を生んだんです。設計思想の違いですか？LLMA3.370B のような標準的なモデルは RAD でデータを与えられると軒並み成績が低下したんですが、ディープシーク R1 とかクエンといった潜在的推論モデルは全く違う動きを見せました。最近話題の回答を出す前に内部でチェーンオブソート、つまり思考の連鎖を行うモデルですね。思考のプロセスを隠れてブツブツとつぶやくような仕組みの。その通りです。これらのモデルはテキストの帳簿データと生の数字データが混在する最も難易度の高いハイブリッド問題において最大で 55% も精度を向上させました。55% もですか？そらすごい。矛盾する2つの情報を統合するためには表面的なパターンマッチングではなくて水面下でなぜこの数字がこう動いているのかを深く論理立てて考える思考の連鎖が不可欠だということが証明されたんです。いやー、面白いですね。そこでこの論文の中で最も興味深かったケーススタディについて話しましょう。2025年8月のアップルのバリュエーションに関する検証ですね。はい、アップルのケースですね。これ AI の限界と可能性がすごくわかりやすく出ていましたよね。とても示唆に富むケースでした。研究チームはまず日々の株価や出来高といった生の数字の羅列をそのままアップルの分析用として AI に与えたんです。はい。すると AI はどうしたか。計算の複雑さに圧倒されてしまって PER 株価収益率とはこういう意味ですとか RSI 相対力指数とはこういう指標ですといった教科書的な用語の定義だけを延々と出力し始めたんです。それって完全に答えがわからない学生がウィキペディアの知識を丸写しして文字数を稼いでいるのと同じじゃないですか。まさにそんな感じですね。肝心の今アップルの株は買いなのかという投資判断からは見事に逃げていますよね。全くその通りです。ノイズに埋もれて推論を放棄してしまった典型例ですね。
しかし、研究チームはここでアプローチを変えたんです。おお、どうしたんですか？理想の RAG と呼ばれる手法を試しました。これは生の数字を AI に投げつけるのではなくて、事前に人間側がプログラムを使って、現在の RSI は 60.39 ですとか、母価帯価格比は 0.02 ですといったように、計算を済ませた状態のデータを AI に渡したんです。するとどうなったんですか？劇的な変化が起きました。AI は先ほどの逃げの姿勢から一転して、見事に情報を統合して、極めて的確で深い投資判断の論理を展開し始めたんです。なるほど。つまり AI は畑から取ってきたばかりの泥だらけの生の野菜をゼロから洗って切って調理するのは絶望的に苦手だけど、はい。人間が事前に完璧に下ごしらえをして小皿に分けておいてあげれば、それを美しく盛り付けて一流のフルコースに仕上げる能力に関しては天才的だということですね。へえ、その比喩の通りです。つまり、これは全体としてどういう意味を持つのかというとですね、ええ。私たちが AI とどう付き合っていくべきかについて非常に重要な疑問を提起しているんです。AI は魔法の箱ではありません。私たちがコンテキストの構造をどう設計してデータをどのように下処理して渡すかに AI の知性とパフォーマンスは完全に依存しているということです。さて、今回の徹底分析を整理しましょう。AI はテキストの読解には驚異的な能力を発揮しますが、生の数値データをその場で処理するタスクには、データを追加すればするほどノイズに溺れてしまう。ええ。そして、ディストラクション効果によって本来の推論能力すら失ってしまいます。複雑な現実世界の問題を解くには、内部で深く考える思考の連鎖を持つモデルが必要であり、何よりも人間により入念なデータの下ごしらえが不可欠だということが明らかになりました。情報をただ丸投げするのではなくて、意図を持って情報をキュレーションして計算可能な形に整理する人間の役割が高度な AI 時代においてこそより一層重要になるということですね。そういうことですよね。最後に、リスナーのあなたに少し視点を変えた問いを投げかけたいと思います。はい。もし AI が的確な分析を行うために、人間が事前に移動平均線や RSI といった指標を選び、計算し、下ごしらえをしなければならないのだとしたら、果たしてその素晴らしい分析結果は誰の知性なのでしょうか？深い問いですね。AI は本当に超優秀なアナリストとして機能しているのか、それとも私たちが書いたカンペをもっともらしく読み上げている極めて雄弁な代弁者に過ぎないのか。それはつまり人間の偏見やバイアスが単に分析段階からデータを準備する段階に移動しただけではないでしょうか。確かに見過ごされがちなポイントです。次にあなたが AI の出力した見事なデータ分析リポートを見て感心したとき、その裏側で数字の仕込みをしたのは一体誰なのか、ぜひ想像してみてください。今日の徹底分析はこの辺で。また次回、深い知識の世界でお会いしましょう。